私って節約家かもと気づいたのはつい最近のこと。それまでは何かを無駄にしないように暮らしてきただけなんですけどね。節約家だねと友達に言われて納得したものの、本物の節約家ってどんな人だろうとその手の本を図書館で借りて読んでます。もう1ヶ月間鍋を洗わず、残っただし汁でずっと鍋料理。私も冬には4日ぐらいなら味変させて具を変えて鍋料理で夕飯を済ませてたけど、さすがに1ヶ月はすごいな。節約とか無駄を省くのは好きなんですけどね。でもケチと呼ばれるのは嫌だなってことに気づきました。その違いって何なんでしょうね。金銭的にすごく余裕があるわけじゃないけど、無駄遣いはしないで必要なところに賢くお金を使う人。私が目指している節約家のイメージはそんな感じです。じゃあケチはどんなイメージなのかといえば、自分の損得だけを考えてお金を使うべきところでやたらと出し惜しみをする、そんな感じですかね。自分一人の時はケチでもいいんですよ。食事を作る時に調味料をケチって最後まできっちり使い切るとかね。マヨネーズを最後の一滴まで使い切ろうとチューブをカットしてスプーンでかき出したり、ほとんど残ってないケチャップに水を入れてシャカシャカしてスープの味付けに使ったりね。我ながらケチだなと思いながら、必ずと言っていいほどそんなことをしてます。だけど人間関係は節約はするけどケチらない。ある程度年齢がいったら人付き合いも断捨離すべきとアドバイスされるけど、私は人とのつながりを積極的に断つみたいなことはしてないんですよ。昔みたいに仕事で人と会うことは減ったし、人付き合いは自然と淘汰されていく。気が合わない人とはだんだん疎遠になっていって、よく顔を合わせるのは好きな人、尊敬できる人、一緒にいて楽しい人ばかりになってます。だから人と会うのは億劫ではないし、楽しい相手でも毎日会えるわけじゃないから、逆に会える日を心待ちにできるんです。 YouTube では週に1回日曜日の朝にライブ配信をしてて、それはほとんど休みなく5年以上続いてます。コツコツと続けると毎回見に来てくれる常連さんがいて、本当にありがたい。チャンネル登録者が5万人になったらオフ会を開こうとライブで夢みたいな約束をしてたんですよ。それが本当に実現することになりました。自分でもびっくりです。今作ってるのはオフ会に来てくれるみんなへのお土産、ルバーブのジャム。ルバーブは日本ではまださほど一般的じゃないですよね。爽やかな甘酸っぱいジャムを食べたらみんな感動するんじゃないかな。そんな風に思いながら作る料理は楽しいんですよ。自分も相手も前向きになれる人付き合い、そういうことにはお金も手間もケチらない、広い心でやっていけたらいいなって思ってますよ。目分量で揃えたルバーブと瓶のサイズがほぼぴったりでした。余りはこれだけ。これは自分の味見用にしましょう。
ちょうどオフ会参加者の人数分のジャムができるとは幸先がいいですね。夏はベランダで野菜を育てます。苗を買ってくれば話は早いんですけどね。今年は種からじっくり育ててみようかな。苗より種の方がお安いからうまくいけばこれも節約ですね。土は古くなった土に生ゴミを埋めて置いておいたもの。生ゴミはすっかり分解されて影も形もなくなってます。これに新しい土を少し混ぜて使いますよ。ベランダ菜園では大きな野菜を育てるのは難しい。いろいろ失敗して学びました。だからハーブとかベビーリーフとかが中心です。庭では虫に食べられちゃうミニひまわりも育ててみよう。どれに何を植えたのかわからなくなっちゃうから名札を作ろう。と言っても牛乳パックを切って名前を書くだけですけどね。牛乳パックなら水がかかってもびくともしません。便利です。ちゃんと芽が出てくれるかな。ワクワクしますね。土をいじって種を植えてお腹が空きました。お昼ご飯は簡単に済ませましょう。夏は毎日でも食べたくなる冷やし中華です。中華麺、冷凍しておいた自家製サラダチキン、野菜は残り物を入れちゃいます。おかずはおととい多めに作った大根のサラダ。ごまだれが好きなんですよ。ごまはすると香りが立ちますよね。それだけじゃなくてすりつぶすと栄養の吸収率が何倍にもなるそうですよ。白味噌、みりん、ごま油、お酢、お醤油。味は OK。 豆乳で少し緩めると麺に絡みやすくなるかな。美味しそうです。ジメジメした日本の夏にはさっぱりしてて野菜やお肉もちゃんと入った冷やし中華、いいですよね。いただきます。オフ会に向けてもう一つやっておきたいことがありました。オフ会を開くなんて夢みたいとさっきお話しした通り、自分がそんな恐れ多いことをするとは思ってもいませんでした。でも約束したし、やってみたいなという気持ちもあったんですよ。そんな風に迷ってる時におしゃべりしてた友達にその気持ちをふと打ち明けたんです。そしたら、手伝うから実現させようと
背中を押してくれました。やっぱり持つべきものは友ですよね。人付き合いを断捨離しなくてよかった。どんな会にするかということも相談に乗ってくれて、お揃いのエプロンをつけようということになりました。そんなわけで今、エプロンを作ってるところです。私がいつも作ってるデザインのエプロン。生地は以前自分用に作ったのと同じ生地。紐の色はちょっとアレンジして緑色にしたらどうですかね。ボタニカル柄の生地だから緑は絶対合う。そう思ったんですよ。物を無駄にしないというわけで、ミシンは40年以上使い続けてる代物です。このミシンが届いた時の感動は今でも覚えてますよ。それまでのミシンはちょっと油断すると下糸がすぐに絡まっちゃって大変だったけど、水平釜のおかげで下糸の調子を気にしなくても済む。それってこんなに幸せなことなのかってしみじみ思いました。それに当時としては画期的だったコンピューターミシンなんです。ひらがなが刺繍できるから子供の持ち物の名前付けに大活躍してくれました。そんなに思い入れのあるミシンならきちんと手入れしてるのかというと、そういうわけでもなく手入れはサボり気味。それでも40年以上しっかり動いてくれて感謝しかありません。今のミシンはもっと進化してるんでしょうね。新しいミシンを買ったらやっぱりまた感動するんだろうなってことは分かってますよ。でもまあそれはその時のお楽しみにとっておきます。壊れるまでこのミシンを大切に使っていきましょう。エプロンができました。緑色の紐もなかなかおしゃれじゃないですか。この日は孫の誕生日でした。家族のバースデーケーキはいつも私が作ります。大人になった子供たち、そして孫との関係も大切にしてますよ。でもあまり頼りすぎないようにしようって自分に言い聞かせてるんです。一人暮らしでも特に不自由はないですからね。今のところはね。一人でできることは自分でやる。どうしてもという時だけ手伝ってもらう。そんな感じです。孫の誕生日には欲しがってるものをプレゼントするという人もきっと多いですよね。ごめんなさい。私はそういうプレゼントはしてないです。誕生日のケーキを作って持って行ってみんなでバースデーソングを歌ってろうそくを吹き消してみんなで食べる。それだけです。孫が小さい頃は手作りのワンピースをプレゼントしたこともありましたね。今はもう中学生でおしゃれにもなかなか厳しいですからね。よほど気に入る服を作らない限り着てくれそうにないというわけで手作りワンピースは封印です。庭のアジサイを切って花束にして持って行ったこともありました。何はともあれ誕生日に高価なプレゼントを渡したことがない。ちょっと高価なプレゼントといえば一生に一度きりのイベントの時ぐらいですかね。小学校に入学した時はランドセルを送りましたよ。中学校の入学祝いも通学に使うバックパックでした。芸がないですかね。でも必ず毎日使うものだから無駄がない。ちょっと奮発してもいいんじゃないかなと思ってね。
節約家の私はそういうプレゼントしかできないんですよ。今年の孫に贈るバースデーケーキはバナナパイ。見た目は素朴なケーキだけど、中身はそれなりに凝ることにしましたよ。出来上がったカスタードクリームにキャラメルクリームを混ぜて、キャラメル風味のカスタードクリーム。これってバナナに合うと思うんですよね。キャラメルカスタードクリームを冷やしている間にパイを焼こう。手作りの折りパイは一度に多めに作って冷凍してあります。パイに使ってるバターは 100% 発酵バターだから風味が違うんですよ。ささやかな贅沢ですね。と言っても市販の冷凍パイシートを買うよりは経済的なんですよ。まん丸に仕上げるために縁を切り落としたりはしないんです。仕上がりはラフになるけど手作りですからね。それでいいじゃないですか。無駄なく全部使います。真ん中が少しくぼむように重しを乗せて焼きましょう。縁が焼けたら重しを外して、今度は真ん中に火が通るように焼く。お砂糖を振りかけちゃおうかな。こんがり焼けましたね。主役のバナナはスライスしてレモン汁をまぶしておこう。変色防止にもなるし、レモンの酸味がいい仕事をしてくれるはず。パイ生地にキャラメルカスタードクリームを塗ってバナナを並べる。これで終わりじゃないですよ。マスカルポーネ入りのホイップクリームを作ります。甘さ控えめで爽やかなクリーム。夏のケーキはこれ一択でいいかななんて思っちゃうほどお気に入りのクリームなんです。クリームを塗ったら仕上げにバナナをたっぷりきれいに並べよう。ピスタチオを散らして出来上がりってことにしようと思ったけど、バースデーケーキとしては少し寂しい。もうちょっと華やかにフルーツを盛ってみますかね。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録も